大人のための英文法へようこそ。今日のエピソードでは4つある過程の3つ目の種類 The Second Conditional について説明します。The Second Conditional は現実とは異なる仮定的な現在の状況について述べるときに使われます。例えば、もしも空が飛べたらあの山まで飛んでいくのにという仮定は人間が空を飛べるという現実では起こり得ない架空の状況について述べており、かつ今人間が空を飛べるとしたらという現在についての仮定なので、英語では The Second Conditional を用いて表現します。The Second Conditional は次の形で表します。過去形の動詞または助動詞 could を伴う if の説、プラス助動詞 would または could を伴う説。よって前述の例文は英語では次のように表現されます。If I could fly, I would fly to that mountain. If I could fly, I would fly to that mountain. もしも空が飛べたらあの山まで飛んでいくのに。if の説はもしも今私が空を飛べるとしたらという現実では起こり得ない現在の過程を表しています。この説では助動詞 can ではなく助動詞 could が使われていることから現実では飛ぶことができないのだと判断できます。後半の主説を見るとこちらでも助動詞 will ではなく助動詞 would が使われていることから現実ではあの山に飛んでいかないのだとわかります。続いての例を見てみましょう。If I were rich, I could send my son to a private school.If I were rich, I could send my son to a private school. もし私が金持ちだったら、息子を私立の学校に通わせることができるのに。まず、if の説に注目すると、過去形の動詞 were が使われているので、本当は金持ちではないことがわかります。さて、主語が I であるにもかかわらず、なぜ was ではなく were が使われているのか疑問に思うかもしれません。The second conditional では主語の認証や数に関係なく were という形を使うのが一般的です。もちろん if I was rich ということも可能ですが if I were rich の方が正しく聞こえるというだけのことです。次に主説を見ると助動詞 could が使われているため現実では息子を私立の学校に通わせることができないのだとわかります。最後の例です。If I won the lottery, I wouldn't spend the money on alcohol or drugs. If I won the lottery, I wouldn't spend the money on alcohol or drugs. もし宝くじに当選したら、その金を酒や薬に使うことはないだろう。if の説を見ると、動詞 win の過去形 won が使われています。このことから宝くじに当選することがほぼ不可能な出来事であると捉えていることが読み取れます。主説では助動詞 would が用いられており、あくまで仮定的な状況下でどのような行動をするのかを述べています。今日のエピソードはここまでです。次回は仮定の最後の種類 The third conditional について解説します。